スイングの飛距離が伸びない理由、それは重心移動を正しく理解していないからかもしれません。実は重心移動や地面反力という言葉にはトレーナーですら間違えるような多くの誤解が潜んでいるのです。この動画ではマキロイ選手やバークシャー選手といったトッププロの動きを科学的に分析し、多くの科学論文を参考に最速最適な重心移動の本質を徹底解説します。ここまで詳細に重心移動を解説したものはそうそうないと思います。ゴルファーだけでなくトレーナーの方にも必見の内容です。ぜひ最後までご覧になり、飛距離アップのヒントをつかんでください。重心移動の科学、右への重心移動の誤解、バックスイングで起こる不自然な動きの正体とは、最速最適な重心移動とは、地面反力の誤解、ドラコン選手とマキロイ選手のフィニッシュの違い、まとめ。では早速いきましょう。まずは下半身と体幹に注目しつつ全体の流れを見ていきます。今回はローリー・マキロイ選手とともにカイル・バークシャー選手も参考にしていきます。バークシャー選手はアクションが大きく、動きが非常に分かりやすいです。もちろん全ての動きを真似るわけではありませんが、体の使い方を学ぶ上でとても参考になると思います。テイクバックでは若干右へ移動したかなというくらいで、あまり大きく右へ動いてはいません。クラブヘッドがトップに来る直前に重心移動が始まり、重心はやや左下へ落ちます。そして骨盤の回旋と同時にヘッドの動きがダウンスイングに切り替わります。腕が約45度のあたりで骨盤の回旋は減速します。特にバークシャー選手はここからインパクト直後まで骨盤の回旋はほぼ止まっています。左足を強く蹴り上げ、ヘッドは急激に加速していきます。バークシャー選手のインパクトの瞬間は左足は地面から浮いています。フォロースルーでスイングの惰性によってさらに骨盤や胸部が回っていきます。では重心移動に注目して見ていきましょう。まずはテイクバック、バックスイングでの重心移動です。よく耳にする議論の一つに、右に重心を移動させるというものと、右へ移動するのではなく真ん中で回るというものがあります。あなたはこの違いを正しく理解しているでしょうか？一般的には右へ重心を移動させると言われることが多いですが、この表現だけでは誤解を招く可能性があります。右へ重心を移動させると聞くと、このように骨盤の位置を右に移動させる動きとして捉えてしまう人が多いです。しかし実際にはそうではありません。右への重心移動は背骨を中心に体を右へ回旋することで自然に発生する動きなのです。マキロイ選手もバークシャー選手もほぼ中心で回っていて、このように骨盤の位置を右へ移動させているわけではありません。それでも足裏の圧力を測定すれば間違いなく右足に重心が移動していることでしょう。この仕組みを理解するには上半身だけで考えた方が分かりやすいです。これは上半身を真上から見た様子を簡易的に表したものです。上半身だけで重心の位置を調べると腕の重さも加わるため、体の中心よりやや前に位置しています。背骨の位置は胴体の真ん中ではなく背中側にあります。そしてここから背骨を中心にテイクバックしていくと、このように胴体は動き、重心は右斜め後ろへ移動することになります。これが重心移動の正体です。骨盤を右へスライドするような動きではなく、上半身の特に胸部の右への回旋によって重心が右斜め後ろへ移動し、体幹部も若干右へ移動するのです。つまり右へ重心を移動させると真ん中で回るはどちらも正しい解釈と言えます。背骨を中心に真ん中で回り、重心を右へ移動させる動きが安定した重心移動なのです。ちなみに僕はゴルファーではなくトレーナーですので、スイングフォームはうまくはありません。動きのポイントを伝えるための参考としてご覧いただければと思います。ここでよくあるエラーについても説明します。効率的な重心移動をし、体幹を回旋するには背骨を中心に真ん中で回ることが大切ですが、真ん中で回っているつもりがこのように体幹が傾いてしまうことがよくあります。なぜこのようなエラーが起こるのでしょうか？これには姿勢反射が関わっています。人間は無意識のうちにバランスを崩さないように重心の位置を安定させる反射があるのです。
例えばこのように重たいボールを持つとこのような姿勢になります。ボールの重さも含めた重心の位置はここです。直立姿勢ではボールの重さがある分、重心が前に移動してしまいバランスが取れないので、自然にこのように腰を反らせるのです。これは誰がやってもそうなります。今度はボールを右へ移動させてみましょう。すると体は無意識にバランスを取り、最初の位置よりも左斜め前に上半身を傾けます。ゴルフのテイクバックでもこれと同じことが起こります。先ほどテイクバックの動きによって重心の位置が右斜め後ろへ移動すると話しました。ということは姿勢反射によって上半身は自然に左斜め前に傾くのです。ゴルフ初心者の方が頭の位置を変えないように真ん中で回ろうとすると無意識に体を傾けてしまうことが多いです。正しいテイクバックでは上半身が傾かずに綺麗に回っているように見えますが、重心の位置は右斜め後ろへ移動しています。一方こちらは上半身は傾いていますが、重心の位置が安定しているバランスの取れた動きなのです。そしてこの体が傾いた様子を見た指導者は、左に体重移動していますよ、もっと右に体重移動してくださいと言うかもしれません。実際は左へ重心を移動させているのではなく、重心を真ん中に置いたままテイクバックしているのですが、体の傾きによって左に体重移動しているように見えるのです。その指摘に対し、ああそうかと、右への重心移動を意識することによってこのように骨盤を右へ移動させるような形になってしまうでしょう。そしてさらにそのスイングを見た別の指導者は、右に体重移動しすぎているよ、もっと真ん中で回る意識にした方がいいと言うかもしれません。こうして右なのか真ん中なのか一体どっちなんだと迷ってしまうのです。正しいバックスイングは骨盤を右へ移動させずに真ん中で回ることです。そして体が左右に傾かないように意識する必要があります。これは姿勢反射に逆らうようなある意味不自然な動きですので、なかなか身につきません。真ん中で回ろうとすると先ほどのように傾いたり、右足へ体重を乗せようとすると軸が右へずれたり、頭の位置がずれることもよくあります。練習方法としては、鏡にテープでラインを引き、体がそのラインからずれないようにテイクバックすることがおすすめです。これだと体が傾くとすぐにわかります。そして体が傾かないようにテイクバックすると、少し右足に体重が乗るような感覚がわかると思います。これが右への重心移動なのです。プロゴルファーの足裏の圧力を測定した論文によると、テイクバックを始める瞬間、左足の母子球あたりの圧力が上がります。この事実から左足の母子球で蹴って右へ重心移動すると考えている方もいますが、僕は違う考え方です。この左足の母子球の圧力は背骨を中心に右へ回旋する動きの反作用によって生じるものであって、左足で蹴ることによって右へ重心移動しているわけではないと思うのです。これについてはクッションボードの上で重いボールを持って行うと理解しやすいです。ボールを右へ移動させる瞬間、左足がわずかに沈んでいます。これは僕が意識的に蹴っているのではなく、作用反作用の法則によるものです。ボールを右へ移動させると、それと同じ力で真逆の力が生じます。これが反作用の力です。その逆向きの力でバランスを崩さないように左足で踏ん張って支えているような状態です。では左足の母子球で蹴るように力を入れてボールを右へ移動させてみます。するとどうしても骨盤が右へ移動してしまいます。これでは軸がぶれてしまい、回旋の力も使いにくくなり、安定性も失われてしまうでしょう。回旋のエネルギーを効率化し、安定したスイングをするには、骨盤の位置はできるだけそのままにして、背骨を中心に右に回旋し、体が傾かないようにしたいのです。左足の母子球に圧がかかるのは、その体の動きを支えるためのものです。何度も言いますが、左足で蹴って右へ重心移動する動きとは似ているようで異なる動きですので注意してください。鏡を見ながら骨盤や頭の位置がずれないように意識し、無意識でもこの動きができるように反復練習していただきたいと思います。次はトップからの重心移動について考えていきます。左への重心移動はトップオブスイングに入る直前に始まります。
注意していただきたいのは、切り返しから重心移動が始まるわけではないということです。クラブヘッドがバックスイングからダウンスイングに切り替わる直前には、すでに左への重心移動が始まっているのです。足裏の圧力測定によると、この時に圧が高まるのは右足の小指側のかかと側です。そして同時に左足の圧力は急激に弱くなります。この事実だけに注目すると、右足で蹴って左へ重心移動すると思われるかもしれませんが、そうではありません。この点についても誤解されがちな部分ですので、少し詳しく解説します。まず、右足で蹴るという動作は、足首や膝、股関節を伸ばしていく動作によって行われます。その力の方向性は、足裏から足の付け根に向かうのが普通です。つまり、力の方向は左へ向いているものの、上にも向いてしまうのです。前々回の動画を思い出してください。スイングを加速させる上下動の解説です。効率的に末端を加速させるためには、下から上への動きが重要でした。しっかりと重心を落とし、その後引き上げることでスイングは加速するのです。そのためには、右足で蹴る動きでは、上にも力が向いてしまい、うまくいかないのです。実際、右足で意図的に蹴る動作を行うと、多くの場合、左への重心移動が遅れることが研究で示されています。ではどうすればよいのでしょうか。答えは、左足のバツ重です。左足の股関節、膝、足首を一瞬脱力させることで、体を自然に左下へ倒すように動かすのです。慣れるまではこの左足バツ重の動きが難しい方もいると思いますが、足裏が地面から離れるくらい大げさに引きつけるようにすると徐々にできるようになってきます。実際は足裏が地面から離れるわけではありませんが、初めはそれくらいの感覚で練習すると身につきやすいです。そしてこの時の右足首の形も重要になります。それは足首をほんの少しだけこのように内返しさせるような動きになります。この動きによって右足の母子球側で支えるのではなく、小指側で支えることになります。これによりより速い重心移動が可能になるのです。実際に実験してみましょう。右も左も全く同じ位置に足をつき、同時に左足をバツ重しています。右側は右足の母子球側で支えるようにし、左側は右足の小指側で支えるようにしています。わずかではありますが、左側の方がより早く体が倒れて重心移動できていることがわかります。片足で支えることによる重心移動の速度は、支える足の位置と重心を結んだラインの傾きによって決まります。この傾きが45度に近づくほどより早く移動できるのです。これについて詳しくはバツ重ステップの動画をご覧ください。そして同じ足の位置でも母子球側で支えるのと小指側で支えるのとで、その傾きの角度が変わってきます。プロゴルファーの足元を拡大して注目してみると、左への重心移動のタイミングで母子球側が一瞬浮いている選手も多いです。ほんのわずかですが、親指側の足裏が見えています。マキロイ選手もその一人です。意識して行っているわけではないでしょうが、こういった細部まで無駄なく効率の良い体の使い方をしているのだと思います。右足の小指側で支えながら左足をバツ重する。この動作によって重心は効率よく、より早く左下へ移動していくのです。トップ選手ほどこの重心移動が速いという研究報告も多いです。そしてこの重心移動についての考え方がわかると、先ほどの右足に体重を乗せすぎない方が良い理由もさらに明確になります。右足にしっかり体重を乗せるということは、重心の位置が右足の上に来るということです。この状態で左足をバツ重しても、重心と支える足を結ぶラインは垂直に近い状態になってしまいます。これでは左への重心移動は遅くなってしまうのです。そして左下へ重心移動した後は、主に左足の蹴り上げによってヘッドを加速させインパクトします。よくこの蹴り上げに対し、地面反力で飛ばすという表現が使われています。しかし僕はこれは誤解を生む表現だと考えています。この表現だと地面反力を利用する瞬間にボールにインパクトするというイメージが湧いてしまうと思うのです。
しかし地面反力はインパクト時に直接作用するわけではありません。スイング全体のエネルギーを効率化するための要素です。実際のスイングではボールを打つ瞬間に地面反力のピークが過ぎていることがほとんどです。極端な話、足が地面から離れていてもパフォーマンスには影響しないのです。ここもしっかり理解していただきたい部分ですので、このメカニズムについても少し解説していきたいと思います。先ほどの左足罰重によって重心は左下へ移動していきますが、その移動してきた重心へ向かって左足で蹴り上げることで重心を減速させながら引き上げるイメージになります。さらにこの左足のブレーキにより骨盤の回旋が加速し、それと連動して胸部の回旋、肩関節の動き、手の動きも加速していきます。そのあたりの動きについてはまた次回に解説していきますが、この左足の蹴り上げによって上下動とブレーキの効果が効率的に発動し、ヘッドが加速していくのです。この動きについて誤解してほしくないのは、ブレーキをかけて完全にストップするわけではないということです。減速しつつも移動を続ける動きになります。そのため最終的には左足の上に重心が移動するのです。ではここでドラコン選手のフィニッシュについても考えていきましょう。バークシャー選手のフィニッシュはマキロイ選手のようにほぼ左足1本に乗るのではなく、両足で支える姿勢になっています。これはなぜでしょうか。その答えは足幅の違いにあります。ドラコン選手は左から右への重心移動の速度も速く、その運動エネルギーも大きいわけですが、足幅が広い分左足で蹴り上げる力の方向はやや内側へ向きます。すると横方向の力も大きくなりますので、そのブレーキの効果も大きくなります。その結果、左足は重心をしっかり受け止め、重心移動はほぼ止まります。止まった重心の位置は左足の位置よりも内側にありますので、フィニッシュポーズでは両足で支えるような形になるのです。またドラコン選手はとても下半身の瞬発力が強く、蹴り上げの力も大きいため、ジャンプをするように足裏は地面から浮いています。ここまでの説明からすると、できるだけ早く重心を左へ移動させ、それをしっかり受け止めるブレーキが重要だと理解できたと思います。ただしこのブレーキの効果も大きすぎるとかえってスイングスピードは減速してしまう可能性があります。例えばブレーキが強すぎると骨盤や胸部の動きが止まり、スイング全体に後ろ向きの力が生じてしまいます。これによりクラブヘッドの加速が不十分になり、飛距離が伸びなくなるのです。ドライバーショットの一般的な足幅でスイングする場合、理想的なフィニッシュは左足に体重がしっかり乗るマキロイ選手のようなフィニッシュです。一方、大きく足を広げるスタイルではドラコン選手のように両足で支えるフィニッシュの形が良いでしょう。最適なアドレスの足幅や右足の小指側で支える感覚、左足の蹴り上げの瞬発力などには個人差が多くあります。ただやみくもに全力でブレーキをかけたり蹴り上げたりするのではなく、適切なタイミングと力加減が求められるのです。個人差を踏まえながら最適な重心移動を習得するための練習も取り組んでいくと良いと思います。右への重心移動の誤解。右へ重心を移動させると真ん中で回るはどちらも正しい解釈です。背骨を中心に回旋する動きが自然な右への重心移動を生み出します。バックスイングで起こる不自然な動きの正体とは、姿勢反射による体の傾きがバックスイング時のよくあるエラーを引き起こします。体が左右に傾かないように鏡を活用して真ん中で回る練習が重要です。最速最適な重心移動とは、重心移動の速さは右足の小指側で支える動きが鍵となります。効率的な重心移動を実現するためには左足を抜重し、体が自然に左下へ倒れる動きを練習する必要があります。地面反力の誤解。地面反力はスイングエネルギーを効率的に増幅するための要素であり、インパクト時に直接作用するわけではありません。上下動とブレーキ効果を活用することでヘッドスピードを加速させることが可能です。ただし左足でのブレーキは完全に止めるのではなく、基本的には減速しつつ移動を続ける動きになります。ドラコン選手とマキロイ選手のフィニッシュの違い。
ドラコン選手は足幅が広いためブレーキの効果が大きくなり、両足で支えるフィニッシュが特徴です。一方、一般的なドライバーショットでは左足にしっかり体重を乗せるマキロイ選手のようなフィニッシュが理想的です。個人差を考慮しながら適切な足幅やタイミングを見つけることが重要です。ぜひ今回の内容を生かし、最適な重心移動を身につけてください。さて、次回の動画では足から腕へ効率的にエネルギーを伝えるための体幹の使い方、捻転差の科学について詳しく解説していきます。今回のゴルフシリーズは予定を少し変更しながら進めていますが、最終的には次のような構成でお届けする予定です。動画の進行に伴い視聴者の皆さんからのご意見も参考にしながら内容を変更することもあるかもしれません。ですが、全ての動画をご覧いただければ、なぜプロゴルファーがその動きをするのかを明確に理解でき、あなたのゴルフスキル向上に大きく貢献できると考えています。更新が遅くて申し訳ありませんが、チャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。もしこの動画が少しでも役に立ったと思っていただけたら、コメントやスーパーサンクスで応援していただけると嬉しいです。もちろん見ていただけるだけでも本当にありがたいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。